皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、年金の運用が行われているのですが、この運用の結果について取り上げていこうと思います。まず最初に結果からお知らせしますが、年金の運用というものは黒字が続いています。しかし、年金の話題を一般的に取り扱う場合、テレビなどでは年金制度が破綻するのではないかといった具合にして、制度の不安を訴えるような内容のものが多いでしょう。また、年金の運用について言っても、ネガティブな情報を目にした人というのが私は多いのではないかと思っています。なぜならば、年金がこのぐらいの赤字を出しましたよという報道などがテレビでも新聞でもそしてネット上でも溢れ、それらのについての言及を政治家が行い、現在の安倍政権が行っている年金の運用方針というものは、皆さんから集めたお金をギャンブルのように使っているという、そういった批判がされている場面を見ることができるからです。しかし、年金の運用というものは結果として数値として現れてきます。その数値を見ることが実は一番重要であり、ニュースで報じられない部分であるように私には思います。今回はそのことについて解説をしていきます。それでは、年金運用がどのような結果になっているのか数値を見ていきましょう。4-6月期運用収益額は12兆4868億円の黒字。年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF は7日、2020年4月から6月期の運用収益額が12兆4868億円の黒字だったと発表した。市場回復に伴う保有資産の含み益が膨らみ、6月末の保有資産額は162兆926億円となった。国内外の株式保有比率は 51.86% と全体の過半を占めた。四半期ベースでのプラス運用は2四半期ぶり。国内外の株式のほか、外国債券で黒字を確保した。収益率は 8.3% のプラスだった。6月末の資産構成比率は、国内債券 26.33%、外国債券 21.81%、国内株式 24.37%、外国株式 27.49%、今回から円建て短期資産を国内債券に、外貨建て短期資産を外国債券にそれぞれ組み込んだため、同四半期の投資行動ははっきりしない。なお、この記事は朝日新聞のネット上における掲載記事ですが、ロイターの記事を引用しています。朝日新聞が直に書いた記事ではありません。そして、今回の記事で書かれていない重要な情報があります。それは、市場運用を開始した2001年度以降、累積の収益額は70兆245億円になっています。年金運用の話題で一番のポイントは何かといえば、それは報道のされ方です。赤字が出た時には、多くの報道機関が一斉に年金運用がこれだけのマイナスを出しましたよというふうに報じます。それはテレビのニュース番組の一幕かもしれませんし、新聞のトップ記事かもしれません。また、ツイッター上などでは、ことさらその話題を取り上げて政治家たちが今の与党は間違っているという話をして、それにそうだそうだという声が大合唱で連なる、このような光景というものが行われています。なぜそのようなことがされているかといえば、それは政権批判にこの話題が使えるからです。今回私が引用したのは朝日新聞なわけですが、朝日新聞の場合は一つ特徴があります。年金運用が赤字になった時は、朝日新聞自身が3つ4つとその関連記事を書き立てます。その内容というのは当然のように、現在のやり方というのが間違っている。そのやり方を行っているのが安倍政権であるという大きなシナリオに基づいた記事です。国民が納めた年金の保険料を国は株というギャンブルにつぎ込んで大損をこいている。このようなことができるのは国民の痛みを知らないからだといったような、そういった感情面に訴える内容となっています。一方で年金運用で黒字が出た場合はどうなのかといえば、今回のように自分自身では記事を書くことすらなく、他の会社が書いた記事を引用する形で、ああ黒字になりましたよというのをさらりと流すだけです。この扱いの差というものを見れば、報道機関として赤字が出た時は喜び勇んで記事を書くのに、黒字が出た時はその扱いが非常に淡白だということがわかります。そして報道機関の流した記事などを引用する形で、野党系の議員たちは株で運用するなんてけしからん。このようなことをするのは国民の痛みが分かっていないからだ。現在の安倍政権はすぐにでも
交代すべきだといった話をして、それに連なるような形での、そうだそうだ株なんてギャンブルだといった形で、野党の政治家を支持する人たちというのが声を一つにするのです。ここまで私が述べてきたことを聞けばわかると思いますが、これは単純に政権批判のための一つのからくりです。黒字の時には報道というものをぎゅっと絞り込んで、一方で赤字になった時にはそのことを声高に訴える。そして赤字になった時、黒字になった時、その双方において、じゃあ累計で今、どのくらいの結果になっているのか、つまり累計で黒字になっているのかという点については記述しないようにしているのです。短期間において、この期間においては赤字が出ましたというのを一つ捉えて、そのことによってあたかも全体として通算がマイナスになっているかのような印象を与えることができているのです。しかし繰り返して言いますが、年金運用は通算で黒字で、その黒字の額というものは70兆円です。ですから、もしも現在の運用というものを行っていなければ、この70兆円というものは存在しなかった可能性が非常に強いのです。例えば日本国債だけで運用していれば、その配当というものは非常に微々たるものでしょう。リスクは少ないのですが、リターンも極限まで低いものとなってしまいます。ですから、ろくに運用せずに年金を現金だけで持っておくというのでは全く増える気配というものがありません。一方で70兆円まで増やすことができたというこの事実を捉えて、一体どちらの方が正しかったかというのは明白だと私は思います。少なくとも0と70兆円というものが全く同じようにイコールでつながるように見えるのであれば、それは算数のできない人ということであり、年金を運用するなという声を上げている人というのは、この算数ができない人である可能性が高いのです。そしてポイントの2つ目は、この年金の運用に様々な金融商品を使うということが果たしてギャンブルなのかということです。批判する側の報道機関やもしくは政治家の人たちというのは、金融商品というものは常にギャンブルであり、それらについて年金の運用に使うというのはけしからんといったことを言うわけですが、この言葉にはかなりの間違いがあります。なぜならば、金融商品そのものがギャンブルになるかどうかというのは、金融商品の選び方や運用方法によって全く異なる結果を招くからです。例えば一般的に国債や社債といったよりもはるかにリスクの高いとされる株ですが、この株を買う際のギャンブルとはどのようなものでしょうか。例えば A という会社の株を買うとします。しかし A という会社がどのような業績であるかはよく調べていません。また現在の株価が果たして割高なのか割安なのかというのも調べていません。業績を調べていないのだから、今後株価が上に行くのか下に行くのかなど全く予想もつきません。しかしその会社の名前は知っていて、なんとなくいい会社だなというイメージがあるから買いましたというような話で、その会社の株を買って日々株価を見ていて、ああなんだか毎日のように上下するな、ああなんかマイナスになる日も多いな、ああだからなんか気持ちが揺らいでしまった、ああもう売ってしまおうというような形で手放す。これこそまさに株をギャンブルとして買うようなものです。そして今のような株の買い方の真逆のことをすれば、大抵は株式運用はギャンブルではなくなります。会社の業績を調べて、会社が今成長期にあるのか、それとも下降期にあるのか、そして株価は割安なのか割高なのか、株式を買うのであれば長期運用を前提にするのですから、なるべく成長が続いているような、もしくはこれから成長が続いていくであろう会社というものを長期で持つのが非常に重要になります。日々の株価の上下というものに惑わされず、ずっと持ち続けることが、会社が成長する限りは株価にも基本的には報われていくというのが株の長期運用というものです。お金を運用するという時に株を使うのは、それはギャンブルであり、そのような危険なことをしてはならないという批判をする人は、株イコールギャンブルという一つの思い込みに縛られていると思います。先ほども述べたように、どのような買い方、どのような運用をするかによって株イコールギャンブルではなくなるのです。ではどうして年金の運用に株を使うことに批判する人がいて、その批判に対する支持が集まるかといえば、残念ながら日本においては金融教育といったものはほとんどされていません。ですから株を買う人というのはリスクを冒してギャンブルをしている人たちだという思い込みを持つ人もいますし、株というのはお金持ちの人たちがやるものであり、一般庶民には全く関係のないものだという思い込みを持っている人たちもいます。そのようにして自分たちとは全く関係のないものに手を出して、そこでお金を運用し、それによって損をしているというように思い込む。これこそまさに金融知識のない人たちがいるということを前提にして、それらの人々を悪用するような扇動というものです。
しかし繰り返しになりますが、年金の運用というものは累計で黒字が70兆円にもなっています。ですから、運用の仕方さえしっかりとしていれば、その結果は褒められるべきものであり、決して運用そのものをやめるように求めるような話ではありません。この問題というのは、マスコミの報道のやり方や、もしくはその情報を受け取る側に金融知識がないという日本の大きな問題2つを表しているニュースだと私は思います。なお、株で運用するという話には、必ずのようにリーマンショックや今回のコロナショックのような株価の暴落騒ぎがあるではないかと言われる方もおられます。確かにそのようなショックというものは間違いなく株価を大きく下落させる出来事です。しかし、長い目で見た場合においては、そのようなショックがあったとしても基本的に右肩上がりであるというこの大きな傾向そのものについてはずっと変わっていません。世界市場というものは基本的に拡大の一途をたどっており、そのお金が膨らみ続けているというこの現実から株式市場についても勝ち組の企業については必ずお金が集まってくるという習性を持っているのです。そして現在の国際情勢上においてアメリカという国やもしくは日本という国は安定した経済状態を保っており、この経済状態が続いている中であれば勝ち組の企業というものに投資していれば間違いなくプラスになってくるのです。今回は年金の運用というかなり大きな話ではありましたが、この話というのは実は個人のお金の運用をどうするのかといった話にもつながってきます。なぜならば年金制度というのはあくまでも老後の支えの一つではあっても、決して年金の生活すべてを保障するようなそういった生活保障のためのお金ではありません。ですから足りない分やもしくは自分たちのしたいこと上乗せの分については自分で用意をしなければなりません。そしてそのためのお金というのは貯金ではなかなか増えにくいものです。ですから資産をどのように運用するのかというのも実は私たち個人にとっても重要な知識の一つです。そうした金融の話についてもいずれは動画にしたいなと私は思っています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことをお考えになったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。なお評価ボタンをクリックしてくれる人が多ければ多いほど私自身動画を作るのに励みになります。また役に立ったなと思う人はぜひとも他の方に勧める SNS 等での拡散などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。